だからまずはみんな大体やるのは結論出してから返そうとするんですよ。完璧にモテないことの典型です。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成など役に立つ内容を話していますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。じゃあ今日は何でしょう？はい。ちょっと僕深刻な悩みが最近ありまして最近メンバーが誰一人僕に相談してこなくなったんですよ。なぜか。思い当たる節があんまりなくて、なんでなんだろうって思ってるんですね。業務的なこともそうだし、ちょっとプライベートなこともそうなんですけど、誰からも相談されなくなってしまって、なんか原因ってあるんですかね？原因があるからあるんじゃないですか。原因をちょっと究明したいんですけど、いくつか理由多分あると思いますよ。なんか避けられてるんですよね。それはやばいですね。やばいですよね。よくやりがちな直さなきゃいけないところ多分いくつかあると思うんですけど、やっぱりね、信頼されてないってイコール信用がないってことですよね。なぜ信用がなくなるかっていうと、やっぱノンバーバルなところ、言語なところって結構重要で、弊社の中で見てても過去の経験でって思うのは、まず部下が何か話しに来た時とか、まず一つ目表情ですよね。表情。そして声。そして聞く態度。超バッドケースやりますよ。話しかけてください。萌さん。はい。どうしたの？ちょっと話があるんですけど。何？いいですか？今。歌あります？早く言って。大丈夫ですか？何？いや、さっきの連絡来てた件なんですけど。どういうこと？いや、さっき連絡来てて、ちょっと、萌社長と軽く打ち合わせしたい。そうなんだけど。わかりました。はい。連絡します。今は大丈夫？だから連絡するから大丈夫。わかりました。みたいな。いるんですよ、結構こういう人。僕も昔、ゼロではないですね。本当ですか？はい。なんでこれ上司がやっちゃうかっていうと、忙しいのに声かけてくんなよ。これ上司じゃなくてみんな人間そうなんですよ。こっち忙しくてこうやって今日のこれも1時までやんなきゃいけないってすげえ一生懸命やってんのに、なんかいきなり話しかけてきて、俺こっちに集中したいんだみたいな。こういう時に、そうなんですよ。まず一つ目、顔見ない。画面に喋ってる。挨拶もそうですよね。例えば上司が先に会社に着いてましたと。で、仕事やってますと。で、部下が来ましたと。おはようございます。おはよう。誰に挨拶しとんねんみたいな。された方すごい嫌なわけですよ。ちょっと当てはまるな。昔とかは結構、部下とか、基本いないですけど、僕がですよ。おはようって言った時に、同じような状況でするじゃん、相手が。社長おはようございます。お前誰に挨拶しとんねんって言ってましたし。言ってました。自分だとそう思うじゃないですか。なんでまず顔を見ない。挨拶の時に顔を見ない。顔見たとしても表情が真顔とか暗いとか、なんかすごい怒ってるとかね。声何みたいな。特に僕も社長ですけど、社長とかマネージャーとか上司とか先輩とかって、自分は普通に話してるつもりでも、部下とか後輩とか見たら、5割増しぐらいでイメージが変わると思って多いですよね。本当ですか？だからこっちが普通に、僕がだからゼロだとして、おはよう。これがマイナス、だから5割減ですよ。5割減。マイナス50ぐらいの声のトーンだと思ったんです。相当気をつけないとまずいけないですね。だから顔を見た時の喋る表情、声、聞く態度。だから聞く態度ってやっぱあるじゃないですか。気をつけなきゃいけないのは、例えば会議とか、講演とか、誰かの話を聞くときに喋ってる人がそこにいますというのに、そうですね。わかりました。ずっと下を見て言っちゃってるのね。これとか、本当無意識にやってるんで、全部直した方がいいですね。やってるかもな。これ上司も僕もそうですよ。ただ、上司は、先輩は、メンバーが、例えば3回そういうことやりました。上司が1回やりました。上司の1回の方が重いですから。その1回がすごい言われますし、そのイメージつけちゃうし。1回ぐらいはしょうがないじゃんってこっちは思いたいけど、でもその1回が致命傷になる場合もあるんで、だからやっぱりちゃんとノンバーバルなところ気をつけた方がいいですよ。僕も 100% できてるわけじゃないですし、今度逆に言うと、喋りかけられたくない時とか、嫌いな相手とか、社外とかでね、仕事に関係ないところ。だとしたら、あえてそういう態度を取ることも正直なくはないです。だって別にその人とそんなに喋りたいわけじゃないし、でもそういう態度をあえてやってることもゼロじゃないんですけど、逆にこれでも、あえてやってなくても普通にやってたら、その人からしたら、私とは喋りたくないんだ。私のことはどうでもいいんだ。大事だと思われてないんだ。もしかして存在認識されてないみたいな。他
他にはなんか要因として考えられるものって何かあったりしますか？レスポンスとかリアクションじゃないですか。レスポンスか。例えばですけど、よくあるのが、相談されますと。はい。今だとなんかね、スラックとかなんか、じゃあ SNS でみんな相談されました。今日の朝10時に相談されました。その問いは結構難しい問いで、すぐに答えが出せません。自分では。ちょっと今日忙しいし、できる時間ねえかな、明日の午後ぐらいになっちゃうかなって自分で考えてします。みんな大体やるのは、結論出してから返そうとするんですよ。だから逆の立場になってみると、10時に送って、何もレスがないと不安でしょうがないわけじゃないですか。そうですね。だってこの人にとってこれが今目の前の仕事で、これを書いてると次進めないかもしれないんで、そういう時に1日半も待ちぼうけさせられるんですよ。これってやった方がしたら辛いですよね。なので、なるべく社外だろうが社内だろうが、レスを早くする。できないならできない。遅れるなら遅れる。だからまずは、とにかく即レスしろと。即レス。原則は即レス心がけると。即が無理でも、なるべく早いレス。受け取りました。今日できないんで、明日お返事します。なんでもいいんですよ。こっちはだから逆に言うと、答えがないことを返したら怒られるとか、なんか言われるんじゃないかと思ってビビって結論を持って返答したいって勝手に考えてる人が多いんですけど、その前に一旦レスしろと。なるほど。僕はそれできてなかったですね。だからお笑い話で社員に言ってるのは、僕にこう相談来るじゃないですか。僕がレスしなかったら、あなたの質問が分かりにくいからすぐ返せませんと。なるべくつってイエスノーで答えられる質問くれたら速攻瞬殺で返せるけど、複雑な問題とか、そのイエスノーで返せないオープンクエスチョンとかで来ちゃったらすぐ返せないんで時間かかりますよ。それはあなたの質問の仕方が悪いかもしれないんで頑張って鍛えてくださいと。とは言いながらもね、それは教育の一環なんで、基本的には即レスですよね。あとはリアクション。よくあるじゃないですか、若い人だと。例えばね、絵文字使うのか使わないのかとか。全く絵文字を使わない定型的な文章で丸とね、句読点しか使わない LINE 見ると冷たく感じるな、みたいな。あれもリアルだと思うんですよ。なるほど。僕もそう思う方なんで。関係性とか、そのスピード感とか、そんなのいらないよっていう時は別にスパッと。もう丸も太って持たずに、いいよ、ポンみたいなの送ったりしますけど、やっぱまだこう関係性をちゃんと作んなきゃいけないとか、いろいろ考えるときは、いいよにも丸で返すのか、なんかつけるのか、顔をつけるのかとか結構気にしてない。でもそこ重要かもしれないですね。なんで、そうですね。大体、多分おっしゃりたい意味の相談されないリーダーみたいな話でいくと、逆に自己中ですよね。だって自分が多分そういう態度取ってたりとか、レスポンスとかリアクションがそうなのに、なんでそんなしてくんないんだろうって待ってんだから、完璧にモテないことの典型で自己中ですよね。ちゃんとだから、それも仕事の一つですよ。リーダーとしたら、上司としたら。だから相談されないっていうのは、一つは定量的にルールの問題か、もう一つはだからそういう信用信頼の問題というか、もっと人間性の問題なんです。確かにそうですよ。だから相談されないからどうしようじゃなくて、ちゃんと適切なもので相談が来るように、ルールと日頃の関係性の細かい動作はちゃんとやらないとダメですよね。なるほど。ちょっと今ご指摘いただいたところは正直全部当てはまってたんで、ちょっと改善しますね。僕も今 100% じゃないかもしれないですけど、心がけてるのは、いいパターンにやるとすると、こうやってます。森さん。はい、どうしたの？相談があって。どうした？いいですか？いいよ。この後お時間ありますか？ちょっと今日早退したいんですけど、ちょっと具合が悪くて。大丈夫？いや、大丈夫です。ちょっとでもなんか朝からずっと体調悪くて。今日仕事終わってる？一応タスクは全部終わってたんで。本当に？わかりました。じゃあ、ちゃんと病院行ってね。ちゃんと今日やったことと逆に残っちゃってることとか、早退の申請とかね、しっかりやっといてもらって。ありがとうございます。じゃあ明日治して元気で。また連絡します。なんかすぐ連絡して。すいません。お疲れ様です。むっちゃいい。みたいな。やっぱりなるべく顔に目を見る。で、なるべくニコニコして、どうしたのみたいな。声も、なるべくちょっと上げるなりなんなり、ライトにする、体も向けたりとか、そういうのやりますよね、基本ね。そうですね。もう一個多分問題があって、あんまりやりすぎると、何でもかんでも聞きに来て困ってるっていう人が出るんですよ。なるほど。だからそこはちゃんとやっぱルールですよ。言うべきことは言う。それは俺にする質問なの？違くない？間違えました。そうだよね。つって。それもやっぱ言い方とかですよね。表情とか。いや、ありがとうございます。しっかりと
するべき相談をしていただくために、一つはやっぱりちゃんとルールを作る。ほうれん草のルールですね。どういった時に相談をするのかというルールを作る。しっかり運用するということと、やっぱり部下に対しての姿勢、態度みたいなものをしっかり常日頃からやっておく。そういうことが本当に大事だと思います。皆さんのコメントやいいねをもらえると非常に嬉しいし、励みになりますので、この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。